皆さんこんにちは。こんにちは。前回紹介し忘れたのですが、人兵器シリーズの動画が50回を超えました。おお、いつの間にかそんな数になっとったんか。特に未完成の兵器を多く紹介してきたのですが、出るわ兵器開発の闇言うな。これからもあまり知られていない兵器を紹介していく予定なので、皆さん楽しみに待っていてくださいね。はい、ということで今回紹介していくのはシリーズ化しているような気もするのですが、ちょっと変わった足回りをつけた戦車です。出た、変わった足回り。というか、つんこのちょっとほど当てにならん言葉はないからな。今まで紹介してきたものに比べるとまだまともだよ。ほんまか？では早速見ていきましょう。こちらです。ちょい待て、なんやこの世紀末感あふれる戦車は。あかねちゃんも大きくなるとこんな風に尖っちゃうのかな？ 100% こうはならんわ。さて世紀末感あふれるこの戦車、横から見ると大体の構造がわかります。こんな感じです。あれか、4輪のめちゃでかい戦車ってことやな。そういうことになります。悪役が最後の最後に乗ってきそうな見た目をしているのですが、誰が、どのような理由で考案したのか、いつものように紹介していきましょう。まず、この戦車が提案された年代になるのですが、この見た目となると、第一次世界大戦中か？あかねちゃんも随分分かってきたね。広い意味での戦車は、現在履帯化タイヤとなっているのですが、100年ほど前の第一次世界大戦時、戦車が登場した頃は、今では考えられない足回りをつけた戦車も作られていました。せやろ？これ一緒やん。ただ、今回紹介する戦車は、第二次世界大戦中に当局に提出されたものになります。この戦車を考案したのは、ソ連人のリャシェンコとバタエフという2名です。おお、2人で作った戦車は初めてやな。名前は分かっているものの、この2人が一体どのような人物だったのか、学歴等も一切不明です。かなり丁寧に描かれとるから、この手の設計をしとった人で間違いはないな。そういうことになりますね。ちょっと場所を取るのでイラストは一人にしておきましょう。ではこの人たちがどのような理由で戦車を考案したのか、当局に送付した文章では冒頭でこのように説明しています。現代の戦車の弱点はこの履帯です。確かにゲームやっててもわかるけど、履帯は共通した弱点ってのは一理あるな。補足すると、設計者は第二次世界大戦勃発後の経験から、戦車の最も弱い部分はこの履帯だと指摘されていると説明していますね。それでこの見た目の戦車を考えたと。この足回りは弱点というものが存在せず、より高い戦闘能力と生存性を両立したと説明しています。そうなんか弱点ありそうやで。次にこの戦車、どのような構造になっていたのか見ていきましょう。まず乗員は、この車輪の内部に作られた筒状の空間に入ります。このトンネルみたいな車輪の内部やな。砲手はそれぞれの位置につくのですが、ドライバーは車輪に挟まれたここに入ります。なんかめちゃ窮屈そうや。この戦車のサイズはどのくらいなん？車体正面から見た横幅は8メートル以下と説明されています。となると、操縦席の幅はどのくらいになるん？砲身を除く車体幅から計算すると、操縦席の横幅は90センチメートルくらいになるね。ギリいけそうな感じか。内部は走行や機器が取り付けられるので、もっと狭くなりますね。となると、80とか70センチ以下ってことか。目安としてはそのくらいだと思います。装甲の話が出てきましたが、この車輪部分に分厚い装甲を施しとしています。表面の突起みたいなものはピラミッド状になっているそうです。空転防止の滑り止めみたいな感じやな。武装としては、対戦車砲、対空砲、機関砲、そして、湯切り火炎放射器を搭載するとしています。また火炎放射器か。ソ連の人ほんま火炎放射器好きやな。ではこの戦車、走行性能や戦闘性能はどのように説明されているのか紹介します。みんな突っ込みどころは多分ここからやで。設計者によると、車輪内部はもちろん回転しない構造を取り入れるほか、できるだけ重心も低くするとしています。ここまでは特に普通やな。この低重心により、最大で20から25度の傾斜を登ることができると主張しています。よくわかりませんが、公共施設にあるような普通の階段より緩い角度ですね。結構無理っぽい数値出してきとるやん。また、水陸両用になっていたらしく、これ水の中でも使えるん？さらに車体を密閉した状態にして、外気よりも 0.25 気圧高めることで、例えば化学兵器などで汚染された地域でも活動できるよう、ろ過されていない空気が車内に侵入してこない案になっていました。そこはなんか現代の戦車みたいやな。なぜ水陸両用になっていたのか。なんでなん？詳しい理由は定かではありませんが、車体幅に理由があった可能性があります。ほう。
これは極力大きくすることで安定性を確保するというもので、橋を渡れるギリギリの幅が8メートルとしていました。小さい橋は渡れんってことか。そのため水陸両用が取り入れられた可能性がありますね。続いて、どのように戦闘するとしていたのか紹介していくと、設計者はこの車両を連結して使うこともできると提案していました。連結？書かれていることがいまいちわけわかめ状態なので、こんな感じになるのではないかという内容を紹介すると、まず、基本の形は先ほどから出ているこの4つの車輪で移動するタイプになるのですが、これでは鉄道を使った移動ができないので、2つに分割できるようになっていました。分割って、戦地では兵士を登場させて移動を、前後どちらかの車両が被弾し故障したとしても、中央の通路を使い、片側に移り、接続を解除。その状態で戦闘を継続できると説明しています。ということは、この2つの車輪だけで戦うと、連結を解除できる、独立して戦うことができると記載されているので、多分そうなりますね。そんなことできるん？他の案としては、武装やエンジンを取り除き、代わりに兵士や食料、燃料を乗せた車両を接続。なんかトラックというか、歩兵戦闘車みたいな感じやな。急遽前線に行かなければならない場合は、兵士を戦闘車両に移し、接続を解除。そのまま敵地に向かうという案もあったそうです。これあれやん、合体系の兵器目指してたって感じやん。男の子は合体するの好きだからね。ではこの戦車、どのように敵を攻撃するとしていたのか。設計者はこのように説明しています。何まず、最高速度で敵に突っ込みます。何いきなり突っ込んでんねん。車両内部に兵士を乗せた状態で敵に接近。攻撃する以外も衝突することで車重で敵戦車を踏み潰すこともできるとしています。だから車輪を大きくしたり巨体にしたんか。そんな状態で敵に突っ込みつつ、両サイドの火器で敵戦車を粉砕。敵を混乱状態に陥らせながら、さらに前進。敵の後方部隊まで進んだところで、車両から兵士を展開。後方部隊を壊滅させることで、前線の部隊を孤立化させるという案でした。やったね。うまくいけばええな。ということは、敵戦車の砲撃に耐えることができる装甲と、ある程度の機動性が必要ってことになるやん。さっきから最高速度何キロとか、走行何ミリとか全然出とらんけど。出とらんって、書かれてないんだから説明できるはずないじゃん。待て、書かれとらんってどういうこと？ドシンコとバダイフが当局に送った案は、これまで説明したような車両の運用方法などを記した内容は記載されていたのですが、先ほども紹介したように何度まで登れるという内容と、幅は最大8メートル、列車の移動を考えて、直径は 4.25 メートル以下にしなければならないという数値以外、具体的なスペックは一切記載していませんでした。何してんねん。これあれや。こんな戦車あればええな。って妄想の類やん。ではこの案、ソ連当局はどのような審査結果を出したのでしょうか。不採用やろ。こんなんあかんで。この案についても、どのような判断を下したのか、資料が残されておらず、よくわかっていません。現実に作られていないことを考えると、もちろん不採用ということになります。せやろな。スペックが何も書かれとらんとか、問題多すぎやろ。当局がどう判断していたのか、今までの例から軽く考察していくと、まず、提出された概念図に、車体構造がどうなっているか、走行を何ミリにするのか、手法はどうするのか、重要なことが記されていない不備がある点です。手法を何乗せるのかも書いとらんかったんか。概念図に手法というか、大砲は記載されていますが、何をどう搭載するのかは詳細が記されていませんね。また、設計者らは、現代戦車は履帯が欠点だ、と主張していたのですが、この車両についても、足回りが欠点になった可能性があります。せやろな、砲弾が嫌でも車輪に命中するからな。動けんようになったら、結局普通の戦車と同じやん。あと、この手の概念図でよく言われるのは、そもそも技術的に作ることができたのかという点だね。この戦車で一番難しくなるのは、足回りの構造かもしれんな。そして設計が複雑になると、生産コストも高くなり、故障率も必然的に高くなるという懸念が出てきてしまいます。これなら普通の戦車作っといた方がええやんってなるか。そういうことになりますね。はい、ということで、足回りの弱点を克服しようとした戦車を紹介しました。これからも、ちょっと変わった走行装置を搭載した案を紹介する予定なので、皆さん楽しみに待っていてくださいね。まだあるんか。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、
次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。